皆さんこんにちは、ケニーです。今回も e フットボールアプリの解説をお届けします。この動画では先日サプライズ登場したサッカーの王様ペレについて解説していきたいと思います。名前そのものは知っている方が多いと思いますが、ペレが活躍したのは1950年代後半から1970年代で、その具体的な凄さについては知らない方がほとんどだと思います。そこでこの動画ではペレが王様に君臨したブラジル代表の歴史に触れ、そのプレーを e フトで再現する方法を解説していきたいと思います。普段とは少し違ったタイプの動画になりますが、ぜひ最後までご視聴ください。ここではまずペレとブラジル代表の歴史を見ていきます。ブラジルが初めてワールドカップで優勝した1958年。ペレは当時17歳でしたが、この大会でチーム最多の6ゴールを記録するなど才能の片鱗を見せつけます。この時のブラジル代表は4-2-4のフォーメーションです。ちなみにフォーメーションを現在のように数字で表記するようになったのはこのブラジル代表がきっかけです。それまでは WM システムやハンガリー代表の MM システムなど数字によるフォーメーション表記は使われていませんでした。話が少しそれますが、ガチャに同時搭載されているプスカシュはペレの一世代前、1950年代前半に MM システムを駆使するハンガリー代表で活躍した選手です。MM システムとは選手を結んだ時2つの M が並ぶことから名付けられたシステムで、このハンガリー代表はマジックマジャールと呼ばれ、ブラジル代表にも劣らない伝説的なチームの一つです。話をブラジル代表に戻します。フォーメーションは 4-2-4。ペレは左のセンターフォワードで、右ウィングにはこちらも伝説的なドリブラーであるガリンシャが名を連ねます。ただ 4-2-4 と言いつつも、左ウィングのザガロは現代でいうウィングバックのようにサイドを上下動する役割で、4、2.5、3.5 とも言われるのがこのブラジル代表のフォーメーションの特徴です。そしてペレは最前線でプレーするのではなく、やや下がった位置でのプレーを好みました。ミッドフィルダーと連携したり、こぼれ球を狙ったりと、現代でいうところのトップ下のようなポジションです。ペレが世界的スターになっていくのはこのワールドカップの後ですが、この時点ですでにいわゆる10番らしいプレーをしていたようです。再び話がそれますが、サッカーにおいて10番がエースナンバーである理由、それは10番をペレがつけていたからです。そしてこの大会でペレが10番をつけていたのは単なる偶然だそうです。ブラジル代表が提出したメンバー表に背番号が書いていなかったため、大会スタッフが適当に番号を割り振った結果が、現代サッカーにも残る一番上手い選手が10番をつけるという価値観につながっていきます。話は再びブラジル代表に戻ります。1958年のワールドカップで初優勝したブラジルは、続く1962年のワールドカップもほぼ同じメンバーで優勝しますが、ペレ自身は怪我で途中離脱しています。その次の大会では優勝を逃しますが、ペレが29歳の1970年のワールドカップで3度目の優勝を果たします。この時のブラジル代表は4-3-3とも言われていますが、仕組み的には1958年と同じです。左ウィングの上下動する役割がリベリーノに引き継がれ、4-2-4から4-3-3に変化します。ペレのポジションも変わらず、中央左よりやや下がり気味にポジショニングし、そこから想像を超えるプレーを連発します。これについては口頭で説明するよりもプレー集を見た方が早いかと思います。当時と現代とではサッカーが違うのは確かですが、明らかに一人だけ次元が違うプレーを見せています。結果としてペレはワールドカップを3度優勝、1363試合で1281得点、サッカーの王様と呼ばれる存在になります。以上がペレとブラジル代表が紡いだ歴史の概要です。ペレがどういった選手かが少し分かってきたのではないでしょうか。続いてペレのプレーを再現しつつ e フトで勝てる起用法とスカットについて解説していきたいと思います。今回のスカットがこちらです。フォーメーションは 3-2-4-1 をベースにして左の攻撃的ミッドフィルダーをセカンドトップとして起用したものです。今回登場したペレはセンターフォワードとセカンドトップに適性を持つプレースタイルリンクフォワードです。このことも先ほどの解説を聞いた方なら理解できると思います。4-2-4のセンターフォワードの位置から少し下がって、そこから個人技や周りとの連携で状況を打開する、まさにリンクフォワードのプレーです。そして普段はこのような選手起用をする場合、選手指示でディフェンシブを設定することが多いですが、今回ペレにはあえて選手指示をつけません。
これによりディフェンシブを設定した場合に比べてボールを受けに下がりすぎることなく、ある程度相手に近い位置でプレーすることになります。ここでボールを受けることで相手にボールを奪えると思わせてプレスを誘発し、それに対してドリブルや周りとの連携で状況を打開していく。それがペレのプレーです。非常に難易度が高いですが、プレーの引き出しを増やす練習にもなります。また、ペレについて調べると、少し下がり気味でプレーするものの、あまり大きくポジションを離れることはなく、あくまで相方のセンターフォワードの周りを基本ポジションとしていたといった記述がいくつかあります。そういった事実を再現する意味でも、今回のディフェンシブをつけない起用法は最適だと思います。最後にスカット全体について。DMF の2人には選手指示でディフェンシブを設定し、なるべく中央でプレーさせ、ポゼッションを安定させます。また、その片方にラインダウンを設定することで、守備時は442のフォーメーションで守ります。以上が今回のスカットの解説です。続いて実際のプレーを紹介していきます。今回は主役であるペレのプレーについてのみ紹介します。基本的には先ほど解説したことが全てです。ディフェンシブを設定しないことにより、相手の近くでボールを受けてプレスを誘発し、そこからドリブルで状況を打開していきます。このようなプレーは操作する側のインスピレーションが何よりも重要です。慣れないうちは失敗も多いかもしれませんが、自分の直感を信じてプレーすることで上達していきます。今まで自分ができなかった新しいプレーが生まれることにもつながるので、ぜひ果敢に挑戦してみてください。Laser and charged particle beam weapons. Weapons activated. Laser 今回はサッカーの王様ペレについて解説しました。ゲーム上の能力が強いのはもちろんですが、このように歴史を紐解くことで少しは愛着を持って使えるようになると思います。EFT はかなり昔のレジェンド選手も多く登場するので、このような動画も今後制作していきたいと思います。では今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。
当チャンネルでは今後もこのような戦術系の動画や現実のチームの再現動画を投稿していきます。興味があったり参考になった方はチャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。